皆さんこんにちは。今回の題材は山帽子ですが、このような若木のうちは無駄な枝を間引く程度で済みます。剪定する枝も細いので、切り口などをそれほど気にすることもありません。しかし成長は早いので、さばく枝は年々太くなります。自然樹形を楽しむためには、なるべく少ない手数で効果を出さなければいけませんし、枝先を詰めると不自然になっていくので、大きさが制限されるとだんだん難しくなっていきます。先を見越して枝先に強い枝が残らないように剪定しなければなりません。この木のようにある程度大きくなっても大丈夫な環境なら良いのですが、これからご紹介する木のように大きさが制限されていくような場所では、柔らかい自然樹形が保ちにくくなります。何年も手入れしていてふと気づくと、柔らかさのないごつい木になってしまっています。これ特に小さくしたいとかいうことはないですよね。そうですね。お任せ。そうですか。はい。結構伸びました。そうですね。そろそろ下の細いのに切り替えていった方がいいかもしれないですね。そうなんですね。もうこの中心になってるやつがもう結構ごついんで、下の方の細い枝に切り替えた方がいいかなっていう感じですかね。高さを下げようとすると、このようなごつい姿になってしまうのです。
剪定後の姿がごつくて不本意ではありますが、この木も植えた当初20年前はこのような木でした。以来20年間毎年年1回の手入れで管理してきましたが、山帽子は成長が早く、なかなか楊木のような柔らかい感じが保てません。幹はどんどん太っていくのに、木の高さや幅りは制限しなければならないからです。他の木も大きくなって20年前の写真と見比べると随分様子が変わっています。15年後あたりまでが限界だったように思います。その後はもう木がごつくなるばかりで、先ほどご覧いただいた手入れのようになります。そしてこれからご覧いただくのが今回の手入れの様子です。4、5年前に切断した枝の跡、その後どうなっているかを観察しながら剪定していきたいと思います。お客様からは特に木を小さくしてほしいという要望はないのですが、この太い幹を使っていくのはもう限界かと思いますので、次の手入れの時には方が更新して幹を更新していこうと思っています。この部分は先ほどご覧いただいた5年前の剪定で切り落とした部分です。今回はさらにその一段下で切ります。最終的には矢印の部分で切り落とすので、上の方をばらしていきます。この位置で切っていきます。5年前に切ったところからさらに下で切り戻したわけです。切り口がとてもきれいなので、球菌や病原菌が侵入していないということです。こういう切断面を見ると私はとても嬉しくなります。ですから逆に次のような切断面を見ると心が痛み、どうしてそうなったのかを探求したくなります。この部分はカルスがしっかりと巻き終わっていますね。こういう枝では腐朽は進行しないはずなのですが、この切り口には腐朽の跡が見られます。これはなぜでしょう。そんな時は過去の記録を引っ張り出してきて原因を探求してみます。先ほどご覧いただいた5年前の映像です。幹焼けを起こして枝が縦に裂け、中の木質部が露出していました。この切り落とした枝を検証してみます。これがその枝です。5年前には幹焼けで木質部が露出していましたが、5年の間にカルスが盛り上がってこの傷口を塞ごうとしています。すごい修復力ですね。枯れた部分が木の中に封じ込められています。過去に幹焼けが起こった原因は分かりませんでしたが、この辺りの切り口がきちんとカルスで覆われているところを見ると、枝の断面に出ていた腐朽の跡は枝の切り方とは関係がなかったと思われます。断面を見てみましょう。
枝を切った時の普及は一旦止まっているようですので、幹焼けはその以前から起こっていたように思います。つながっているようにも見えますが、色の濃さが違うので別物だと私は判断します。幹焼けによる普及はさらに下の方へ進んでいるのかもしれません。割ってみて少しすっきりしました。ついでなので上の方も断面を見てみます。切り口の周辺で普及が止まっていますので、やはり幹焼けの原因は他にあったのだと思います。このように枝の断面をチェックすると、自分の切り方が正しかったのかどうか確認することができます。他の例も見てみましょう。ここをこのように切ります。切り落とした枝を検証します。これがその部分です。下がりかけてるところですね。こういうのがどうなってるかなんですけど、一応ここから普及が進んでればですね、この切り口が汚れてくるんですけど、ここが綺麗なんでね、多分これもここら辺で止まってるんじゃないかと思うんですね。切ってみましょうか。こんな感じですね。止まってますね。これ明るいところで見てみましょう。左側のはすでにカルスがすっかり巻き終わった状態ですね。こちらもすっかりカルスに覆われて普及が封じ込められている状態です。現場に戻ります。
これで今回の剪定を終えましたが、幹の太さに比べて枝が細いのでごつく見えるんですね。今後ちょっと考えていかないといけませんね。また検証に戻ります。枝を切断した後がこのようにカルスで覆われていれば安心なのですが、こちらの枝ではカルスが巻き切れていません。これはちょっと切り残してしまった悪い例ですね。このように切り残してしまうとカルスが完全に巻き込むということができません。この部分の断面を見てみましょう。腐朽菌を食い止める防護壁が三角形に形成されておらず、腐朽が染み出しているように見えます。切り口より下の方にカルスが発生しています。これではカルスが傷口を塞ぐことはできません。こういうふうになっているのが理想ですね。ご視聴ありがとうございました。